こんにちは、あみあみパフです。今回はデイジーのお花が可愛いペットボトルホルダーを編んでみました。モチーフ部分を編んでしまえば、あとは基本が鎖編みのネット編みなのでとても簡単に早く完成させることができます。ペットボトルホルダーになったり、折りたためばバッグにつけるチャームとしても使うことができます。2way で使えてとても便利なので皆さんもぜひよかったら編んでみてください。それでは本編スタートです。まずは黄色い糸で編み始めます。人差し指と中指に糸を2回巻きつけて輪を作ります。左手に糸をセットして中指と親指で輪を持ちます。輪を作ることができたらかぎ針を輪の中に通し糸をかけ引き出して結び目をしてきつく縛ります。次から鎖1目で立ち上がり、中長編みを12回輪の中に編み入れます。針に糸を通し、輪の中に針を入れて、糸をかけ引き出し、3本かかっている糸をすべて一気に引き抜きます。これで中長編みが1つ完成しました。中長編みの頭にはマーカーをつけておきます。残り11目分中長編みを編みます。針に糸をかけ、輪の中に針を入れて、3ループ一気に引き抜く。針に糸をかけ、輪に針を通し、3本一気に引き抜く。これを繰り返して編み進めていきます。全部で12目中長編みを編み入れました。糸を引き出して針を休め、輪を引き締めます。糸端を引っ張り、動いた方の糸を引っ張って輪を縮めていきます。ある程度輪を縮めることができたら、また糸端を引っ張ってさらに輪を縮めていきます。中心に穴が開かなくなったら OK です。左手に糸をセットし、糸を引っ張った時に動く方を手前にして針を戻します。最後はマーカーを外してマーカーのついていた目に引き抜き編みをし、1段目の完成です。次は白い糸を使います。左手に糸をセットして一度針を外し、引き抜いて引き抜き編みをするタイミングで白い糸に糸換えをします。マーカーのついていた目に針を通し、白い糸を引っ張って引き抜き編みを完成させます。黄色い糸はもう使わないのでカットしてしまいます。後ろから糸を引っ張って、ここから花びらを作っていくのですが、長々編みのパプコン編みを作っていきます。まずは鎖4目で立ち上がります。3、4目。次は針に糸を2回巻きつけて長々編みを行います。根元に針を通し、後ろの糸端は編みくるんでしまいます。針の上に糸端を置いて糸をかけ引き出し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで長々編みが2つできたことになります。鎖4目の立ち上がりは長々編み1目としてカウントします。もう一度針に糸を2回巻きつけて根元に針を通し、糸端を針の上に乗せ、糸をかけ引き出し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで1つの目に長々編みが3つできたことになります。糸を少し伸ばして針を取り、最初の立ち上がりの鎖4目目に針を通して、先ほど引き抜いたループに針を刺し、引き抜いてパプコン編みが1つ完成しました。次は鎖を2目。次からも同じように長々編み3目のパプコン編みを1目に1つずつ編んでいきます。針に糸を2回巻きつけて、隣の頭に針を刺し、糸端を編みくるんで、糸をかけ引き出し、2ループ引き出す、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。同じように長々編みを全部で3目同じ目に編み入れていきます。
れで3目めです。3目編み入れることができたら、針を取って、1、2、3、一番最初の長々編みの頭に針を刺し、引き抜いて、パプコン編みが全部で2つ完成しました。鎖を2目。また同じように隣の頭に針を刺し、糸を編みくるみながら、長々編みをまずは3目編み入れます。3目編み入れることができたら、針を抜いて、最初の1つ目の長々編みに長々編みの頭に針を刺し、引き抜いてパプコン編みを完成させます。鎖を2目。これを同じようにぐるっと繰り返して編み進めていきます。ぐるっと1周、長々編み3目のパプコン編みを編み入れてきました。全部で花びらが12枚になっています。12枚目を編んだら、鎖を2つ編んで、最初のパプコン編みの頭に引き抜き編みをします。これでお花部分が完成しました。鎖編みをもう1目編んで、ギュッと引き締めて、カットしておきます。次からまた黄色い糸を使って編み進めていきます。左手に糸をセットして、どこから始めてもいいですが、今回私は白い糸での編み終わりの右隣の空間から編み始めていきます。空間内に針を刺し、黄色い糸をかけて引き出して、作り目をしてギュッと結んでおきます。鎖1目で立ち上がって、また空間内に針を刺し、黄色い糸端を編みくるみたいので、針の上に乗せて糸をかけて引き出して2ループ引き抜く。これで細編みが1つ完成しました。細編みの頭にはマーカーをつけておきます。また同じ空間内に細編みを1目編み入れます。次は隣の空間内に針を刺し、糸を編みくるみながら細編みを編みます。空間内には細編みを全部で3目編み入れていきます。1目目、2目目、3目目。同じようにまた隣の空間内に針を刺し、糸を編みくるみながら細編みを3目編み入れていきます。1目目、2目目、3目目。同じように空間内に針を刺し、細編みを3つずつ編み入れていきます。一番最初に編んだ細編みの右隣の空間内までぐるっと1周細編みを編み進めてきました。最後はこちらの空間内に針を刺し、細編みを編んで、すべての空間内に3つずつ細編みを編み入れたことになりました。細編みを編み入れたらマーカーを外して引き抜き編みをして細編み段を完成させます。次は鎖を1、2、3、4、5目編みます。5目鎖を編むことができたら、根元の細編みの頭に針を刺して引き抜き編みをします。引き抜き編みができたら鎖を1目編み、ギュッと引っ張って糸をカットします。これで一つお花のモチーフが完成しました。この鎖を編むまでの編み方をもう一度繰り返して編み進めていきます。同じものを途中まで編んできました。一番最初のマーカーのついていた目に引き抜き編みをした状態です。次は最初のモチーフの方は鎖を5目でループを作りましたが、今回は鎖20目でループを作っていきます。1、2、3、4、5。今回上につける鎖の目を25目で説明しましたが、25目だと
チャームとしてバッグにつけるときに長さが少し足りなかったので、40目以上で調整してみてください。鎖20目を編んできました。鎖20目を編むことができたら、ねじれがないかを確認して、根元の目に引き抜き編みをします。引き抜き編みができたら、鎖を1目編み、引き締めてカットします。次は表面を内側にした状態で編みつなげていきます。編みつなげるのはここからぐるっと回ってこの辺くらいまでを編んでいきます。編み閉じていく部分にマーカーをつけておきます。花びら2本分は間を空けておきたいので、上の2本の隣、ここの花びらの部分から編みつなげようと思うので、こちらの空間内に細編みが1、2、3目入っていますが、一番上の3目にマーカーをつけます。こちらもこの空間内に入っている細編み1、2、3目目、一番上の細編みにマーカーをつけます。こちらにも同じようにマーカーをつけていきます。マーカーをつけることができたら、表面を内側にして編みつなげるガイドラインを作っていきます。マーカーの部分を合わせてくっつけておきます。反対側も同じように位置をずらさないようにマーカーを付け替えていきます。これでマーカーをつけることができました。マーカーのついている位置にかぎ針を刺したいので、マーカーを外してマーカーのついていた目に針を刺します。両方とも頭を拾って編みつなげていきます。新しく黄色い糸を持ってきて、左手に糸をセットし、糸を引っ掛けて引き抜いて鎖を一目で立ち上がります。まずはこちらの根元に針を入れて糸端を巻き込み、細編みを編んでいきます。細編み1目目にはマーカーをつけておきます。隣の目も同じように頭を拾って糸を引き抜いて細編みです。頭を拾って細編みです。拾う目を間違えないようにしながら慎重に編みつなげていきます。それではぐるっと一周編み進めていきます。ぐるっと編んできました。最後はマーカーのついている目に細編みをします。マーカーを外して頭をすくい細編みです。ぐるっと一周編みつなげることができました。次はネット編みをしていきます。まずは鎖1目で立ち上がり、ぐるっとひっくり返して引き抜き編みで移動します。2目分移動することができました。こちらの空間内の中央の細編み部分から次は編み始めます。編み始める前にマーカーをつけていきます。こちらのマーカーはもう外してもらって大丈夫です。マーカーをつけるためにまずは鎖1目で立ち上がって根元に細編みをしておきます。ネットをつけるところにマーカーをつけたいので、次はこちらの空間から1、2個目の空間の中心の細編みにマーカーを1つ、またこちらの空間から数えて1、2個目の空間の真ん中にある細編み、こちらにマーカー、1、2個目の空間の真ん中の細編みにマーカーをつける。1、2個目の空間の細編みにマーカーです。1、2個目の空間内、こちらループがついている細編みにマーカーをつけておきます。これでネット編みをしていく位置が定まりました。次は鎖を12目編みます。1、2、3。
12目編むことができたら、次のマーカーに細編みを編みます。マーカーのついていた目に細編みです。そしてまた鎖を12目。1、2、3。鎖を12目編むことができたら、次のマーカーのついている目に細編みを編みます。また鎖を12目。これを繰り返してぐるっと一周編み進めていきます。ぐるっとネット編みをしているところです。ループのある目にも細編みをします。マーカーを外して、マーカーのついていた目に針を刺し、ループの真ん中に針を刺して細編みを編みます。次は最初につけていたマーカーとつなげながらネット編みをします。まずは鎖を6目編みます。1、2、3、4、5、6。6目編むことができたら、マーカーのついていた目に三つ巻き長編みをします。針に糸を1、2、3回かけて、マーカーのついていた目に針を刺し、糸をかけ引き出して、2ループ引き抜く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 。これでネット編みの1段目が完成しました。次はネット編みの2段目です。鎖1目で立ち上がり、空間内に針を刺して細編みをします。最初の細編みの目にはマーカーをつけておきます。そして先ほどと同じように鎖12目。1、2、3。鎖12目を編んだら、隣の空間内に針を刺して細編みです。また同じように鎖を12目編みます。鎖を12目編めたら、隣の空間内に細編みです。ぐるっと一周編み進めていきます。2段目もぐるっと一周編み進めてきました。次はマーカーのついていた目に三つ巻き長編みでくっつけていきます。まずは鎖を6目。1、2、3、4、5、6目鎖を編んだら、マーカーを外して、針に糸を3回かけて、マーカーのついていた目に針を刺し、2ループ引き抜く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 。これで2段目が完成しました。このように2段目を繰り返しながら長さを出していきます。ネット編みを全部で5段分編んできました。5段編めたら次は持ち手を編み進めます。まずは鎖1目で立ち上がり、根元に細編みです。細編みができたら好きな持ち手の長さになるまで編み進めていきます。今回私は鎖を25目編みました。25目編むことができたら、こちらの隣の空間に細編みをしてつなげます。編みつなげることができました。編みつなげることができたら、鎖を1目編んでギュッと縛って、糸処理できる分だけを残してカットしてしまいます。次は反対側にも同じように持ち手を作ります。こちらの1、2個分に持ち手を作りました。もう一つ飛ばした1、2個分、こちらに持ち手をつけていきます。まずはまた新しく黄色い糸を持ってきて、位置を間違えないように糸をセットします。鎖1目を編んでギュッと絞ってから鎖1目で立ち上がり、根元に細編みをします。細編みができたら25目編み進めます。鎖を25目編むことができました。煮尻がないように確認しながら、また隣の空間内に針を刺して細編みをして編みつなげます。編みつなげることができたら、もう一度鎖を編み、引き締めて、糸処理できる分だけを残してカットします。これでペットボトルホルダーが完成したので、糸処理をしていきます。糸処理する際は同じ色同士で処理をしていってください。
糸を裂きながら糸処理をするとほどきにくくなります。ある程度糸を隠すことができたら、糸を少し引っ張りながらカットしてなじませます。同じように全ての場所の糸処理を行います。サイズを測ります。横が約8センチ、縦が伸ばした時に約27センチでした。いかがでしたでしょうか？デイジーがとっても可愛い折りたたみ式のペットボトルホルダーが完成しました。ペットボトルを入れるときにこちらでペットボトルを固定することができるので、カバーをつけたまま飲み物を飲むのにとても最適だと思います。またネット編み部分は基本が鎖編みなので短時間で簡単に編むことができます。デイジー部分も中長編みと長々編みの組み合わせで完成するので、意外と簡単に完成させることができます。皆さんもよかったらぜひ編んでみてください。それではここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。メルカリ販売もしていますので、よかったら覗いてみてください。以上、あみあみパフでした。皆さんありがとうございました。